IR って使わないよね。わあ、そうですね。使わないよね初めて聞いたっすね。IR で出てくる音っていうのって違うのか、本当に同じような音が再現できてるのかっていうのをちょっと弾いてもらって試してもらいたい。はい。こんにちは、タコサウンズの酒井です。リボーンズのギター、宗近と申します。タコサウンズ、これうち何やってるかっていうと、IR データっていうのを作ってるんだけど、はい、通常さ、ギターから信号が行って、ヘッドアンプに入って、キャビネットに入って、スピーカーから音が出てって環境だと思うんだけど、キャビネットとスピーカーとマイク、これをデジタル化して、このデスクトップ上でってちょっと思ってもらえれば。で、うちはメサブギーの IR のローダーを使って、その中にデータを入れて。で、信号ちょっと整理すると、通常ギターからアンプに入ってからキャビネットに入って、それをマイクで集音してる。で、うちの IR のシステムは、ギターからアンプに入って、それから、ブギーのその IR ローダーっていうのがあって、そこに今回作ってもらった音のデータがそこに入っていて、そこで再現をして音が出るっていうような、今信号に流れる。はい、じゃあちょっとギター持ってもらったんで、別のスタジオでキャビネットを鳴らしてもらって、マイクで集音している音。通常よくあるレコーディングの状態なんだけど、これの音をちょっと出してみようか。はい。はい。ものすごくオーソドックスな、普通の、57で一発で狙ってるだけの音なんだけど、はい。この同じ環境で作った IR データを生成したんで、これちょっと音聞いてもらおうか。どう違いわかる？わかんないですね。これわかんないですね。これわかる。これが IR のメリットで、どういうことかっていうと、家でだったりとか、ステージ上でもそうなんだけど、あまりに大きい音がそこで鳴ってると、被りがあったりとかっていうデメリットが生じるから、イヤモニだったら、このデータ使ってもらって、モニターができるとか、バコンで鳴らしてる、57立ててるあの音が、そのまま再現できるっていうメリットが一番大きいんじゃないのかなって。もう全然普通に爆音でやってる感覚で家でもできちゃうもんね。弾ける。テンション上がりますよね。テンション上がる。もうちょっと弾いてみる？で、はい、じゃあちょっと聴き比べてみようか。はい。じゃあまず、実際の向こうのスタジオで鳴ってる57の音。はい。切り分けてみます。はい。はい。これ IR。IR。普通にいい音だね。いい音ですね。ここで聞いてて、俺も切り替えててあんまりよくわからない、全然同じ感覚で、全く違和感がないです。実際バンドでさ、レコーディング、ここでもしてるじゃんか。はい。家でも自分のアンプも使って、家でレコーディング、差し替えももちろんできるし、すげえメリットがあるね。弾き心地とかもさ、向こうで鳴らしてるのとあんまり変わらないでしょ。はい。全然気持ちよく弾けます。あとは IR ローダーみたいな実機がなくてもプラグインだったりとかああいうのでも差し替えられるから、じゃあ一回撮りました、例えばじゃあいわゆるシミュレーターアンプみたいなああいうところのキャビネットとマイクのセクションを差し替えるだけでより生々しい音ができるよっていうのがメリットだと思います。どうですか？家でも。家でいいですね。ぜひ
うんやりたいですね。なんかさ、そのデモを作ったりするのにもさ、あんまりいい音で撮れないとテンション上がんなくて、クリエイティブなところの刺激があんまりないってあるじゃん。やっぱギタリストって。そうですね。結構メンタル面みたいなのが結構大事大事。重要になってくるんで、うん例えばソロとか家で撮ろうとなった時も座って弾くんじゃなくて立って弾くみたいな、うんそれと同じで本当にアンプが鳴ってるみたいなうん感じの音で撮れたらすごくいいです、そうだよね。まあ、とりあえず今日は IR とは何ぞや使ったことのない宗近くんが分かってもらえたかなっていうところ、ちょっとはね、入り口ぐらいはね。なんとなく。うん。キャビのシミュレートなのかなと思ってたんですけど、うん。マイクとかももう全部乗ってか環境のですもんね。そうそうそう。すごい生々しい音がタカサウンズの目玉になっているので、ぜひ一度お試しください。では、またありがとうございまし。たバイバイ。バイバイ。